石です。石。はい、おしまい。それは哲学的な部分なのかな。あなたにを問って天然砥石とはみたいなプロフェッショナルの最後。砥石型形質結岩でございます。成分としては、はい。主な成分は何で構成される？形石かな。腎臓だったらその素地と呼ばれる部分があるじゃないですか。それはないんです。ないです。圧縮で固めた。塗料だけで圧縮されて構成されてるものっていう認識ですか？まあ若干自分が溶けちゃってます。熱で溶けてくっついて、形石って、例えばこれ礎、ビトリファイド、WA を何でくっつけてるかっていうと、いわゆる形石的なものが溶かして、それがどう言っていいですかね、大学芋ってわかります？さつまいも、甘いもので絡めた、その甘いもので絡めた甘いとかあるじゃないですか、カラメルみたいな、あれペタッとくっつくじゃないですか、あれ形石、それが形石と思ってもらったあんな感じで溶けちゃうんですよね、熱が加わると。それだけで構成されてる？いろいろ入ってます。鉄も入ってますし、アルミが入ってたり、その測ったところによっていろんなものいっぱい、もう基本石なんで。なんか人為的に絶対作れない圧力と熱で、あと時間でできてるじゃないですか。そこで腎臓と大きく違うその天然と言われる、石の、普通の石か砥石かの境目はその削れるかどうかなのかもしれないですけど、その天然石と天然砥石の。いや、そんなことない。そうなんですか。どんな砥石でも刃物当ててみてください。大概削れますから。ただ均一に削れないだけで傷は入ります。削ってるか傷入れてるのかわかんないですけど、だって硬いんですから。どんな石でも傷はつけれるという。そう。それを四角に例えば切って、刃物を置いてゴシゴシすれば、汚い傷でもよければ削れちゃいます。砥石ですって言われたら、それは砥石なのかもしれません。そういうものがちょっと一時ありましたね。けど僕の作っている砥石とは違います。それは均一に同じような大きさの傷を入れて鋭利に刃先を作りたいので、僕の考える天然砥石の仕上げ刀の話でいくと、仕上げ刀だけですよ。中刀のことはまた全然別なので、中刀荒刀になってくるといろんな種類がありすぎて語り尽くせないので、仕上げ刀だけでいくと概念やっぱ地層がどう言うていいですかね、もうどこまでマニアックに言うていいんやろ。そのペルム紀後期のあたりの地層、ジュラ紀よりもっともっと昔の地層です。マニアックな話でいくと、地球が滅びかける瞬間の地層です。氷河期というものが起きた時に寒くなりすぎて、生きてるものが全員死んでいくわけですよ。虫であろうが何であろうが。それが死んだら落ちるじゃないですか、重力あるので。海に積もるじゃないですか。で、それが固まったところら辺の石じゃないとダメなんですよ。それがいっぱい死んでいっぱい死骸が落ちます。水があるので、上は凍っとるかもしれないですけど、塩水をこう揺れると、分かりますかね、分離していくの分かります。重たいものと細かいもので、そこの細かい部分だけが残ったものが砥石になっているってかイメージですかね。比重の軽いそうです。あくまでイメージですよ、その時代生きてないんで分かんないですけどというのは大体氷河期が来たこの辺に来ましたよって言われたところの地層しか砥石取れないんですよ。確かに言われてみれば、なんで分離してるのかって考えると、普通自然に分離するはずないですもんね。その要は浮力がないと思うんです、そこで分かれるわけです、なんか普通にイメージとしては、その地上に積もってるのに、なんでその層として綺麗に細かいのとか分かれてるんだろうっていうのは、そこはずっと分からなかったんですよ。だから海底だったってことです。海底です。そもそもが海底で、ハワイ沖あたりだと言われてます。
ハワイからだんだんその層がある、断層あるの分かりますか、日本の付近に太平洋からずっと行って下へ潜っていく、でどこかへ出ていくっていう、多分この辺でグイッとこう上がってきたものだと。奇跡的にたまたまそこに隆起してきて取れるっていう、どっかから入ったらどっかから出てくるんですよ。そこがその京都のあたりの。そうですね、今は京都が有名ですけど、京都だけじゃないです。でもそれが隆起してこなかったら掘れないですもんね。ものすごく深くにあったままだ。そうです。今からまた何億年かしたらもっと違うとこから隆起してくるかもしれない。今掘ってなくなったとしてもね。地層的に言うとそれで福井の方とか、そうですね、あそこら辺の地層のどこかは多分まだまだ発見されていない砥石山っていうのはあるような気がしてます。そのプレートとか地層の流れをとなんか予測はできる。予測はできますけど、あろう可能性がある。はい。地層学者というか。めっちゃ勉強しましたもん。地体が固まったもの。そうなんですよ。それ死骸が固まったもの。それが砥石です。それがガラス質になるんですね。死骸。もちろんガラス質なんですよ。例えばセミの抜け殻とか、ちょっとガラスっぽくないですか。ああ、確かに。あんなとか粉々になって、何年か経って、ちょっと火で1200度ぐらいで炙ったらちょっと溶けそうじゃないですか。結晶化していくんで、それがね、結晶化していって繰り返しですよね。究極元素が積み重なってるようなぐらいのイメージなんですかね。元素の積み重ねだと思います。ケイ素が含まれてる。そうやね。なんかね、死骸が固まったものって言われると、みんなした時に出てきた匂いってその匂いとかも私はね。色の違いとかもそのあたりの何が混ざってったとか、熱の入り方が違うとかで色が変わったりもしますし。あれこのコンロでしたっけ？なんか虫がいるみたいな話なかったでしたっけ？このどんどん。あれとかは全然もっと後になんか張ってたやつなんですか？いや、その時代やと思います。その時代のやつが虫の名前ですか？化石ですね。化石。多分それが何かの間にパカッと挟まってその中で風化されなかった。あれですか？要するにその氷河期で死んだやつの中で生きてたやつが挟まれてそのまま固まったんですかね。天然砥石の中にいたってことですか？化石的に。もっと本当はその積み重ねたものは違うもので、もっと細かいもので、その中にまたあいつが紛れ込んだとか、そんなんだと思えば。天然砥石の中にその化石化石が出てきますから。未だ出会ったことはない。何回もありますよ。出てても気づいてないだけか。そうやと思う。その出てきた、昆虫なのか何かを調べれば大体どのぐらいの時期。そうなんです。それで出てたりする学者さんが調べられてる。そうです。ジュラ紀の終わり頃にも多分これは想像ですけど、岐阜あたりで昔仕上げ砥石取れたんですけど、それは多分ジュラ紀終わりぐらいの地層じゃないかなと思います。恐竜とかいた時。そう、恐竜絶滅の時も氷河期なので。恐竜の死骸かもしれないってことですか？恐竜の死骸ではないです。甲殻類系なんですか？なんかねっていう人もおるし、砂漠の砂が砂漠から飛んできて降り積もったっていう人もおってですし、なんか本当かよと思いますけど、ね、砂漠の砂はちょっと荒そうです。コンサルレベルだったらあれかもしれないですね。なんか殻とか貝殻とか殻とかはそういうガラス系のなんか元素が混じってそうですけど、貝殻、セメントの元はセメントあるじゃないですか。サンゴ礁の化石ですよね、あれって確かに。違ったっけ？違ったかな。秩父のあたりで取れるの。勘違いやったらすいません。多分そんなんやったと思います。ただ、人造と天然とは、研磨剤がないじゃないですか、天然砥石って。人造みたいにもう、こうやったらもう WA という硬い研磨剤が散りばめてあるわけですよ、ちゃんと。それが、言ったらケイ素ってそんな硬くないじゃないですか。言ったら鋼より柔らかいはず。どうして削れるのって思いません？はい、マトリックスです。マトリックスを崩す力が、マトリックス
対マトリックス、マそうだね。トリックスよりは硬いはず硬いはずだね。でそこから崩していくのも、それがでも週やわね。それが大きいんじゃないですか。あと崩しやすいんですよね。で薄っぺらいんで、はい薄っぺらいものの塊って言ってるじゃないですか。はいはい。結構ピチャってこう取りやすいんですよね。間を抜けて。形状研磨、形で研磨するっていう。それがこの丸いものでドーンと当てたら詰まりやすいんですけど、薄いものでちょっとずつ取っていくの。そこが大きな違いですかね。研磨の仕方が違う、心臓と天然。